はい、こんばんは。
今週の読書の振り返りです。今週も前回に引き続き、又吉直樹さんの生きとる輪について話そうかなと思います。で、物語は進んで主人公岡田の高校時代の話になりました。で、同級生の大倉と広瀬、そして問題の横井と一緒に岡田は日本映画研究部として映画を作ることになってます。で、横井がひどくて、学校からの映画の制作費として支給された5万円を家族のためにどうしても必要だっていうので使い込んだり、あと免許合宿に行くって言って途中で映画制作を放り投げたりして、で映画は完成するんですけど、横井はほとんど携わってないんですけど、完成した後エンドロールにやってもいない脚本監督横井って勝手に載せるっていうね、むちゃくちゃなことをやってるんですよね。で、そんな横井に対して岡田が自分自身に問いかける場面があるんですけど、それを読んで、これはどこか自分にも当てはまるし、もしかしたら誰にでもあるのかもしれないなっていうところがありました。ちょっとその部分読んでみます。そうやねんな、なんか裏切られたような気分やわ。ほんまやろうか。歯が浮くような言葉を吐いた瞬間、自分はこの状況を楽しんでいるのではないかと恐ろしくなった。自分が泣いている顔を鏡で確認して、さらに勢いを増して泣くような白々しさ。自分たちが悲惨な事態に巻き込まれたこと、その理由は横井にあると誰かに語ることに快楽を覚えてないか。むしろ横井は僕を裏切ったのではなく、期待に応えただけはないのかっていう一文なんですけど、なんですかね、不幸なことや辛いことに遭遇した時、どこか客観的に自分を見ている瞬間ってあるんですよね。あんまり具体的には言えないんですけど、そういった不幸なことっていうのを誰かに語ることでどこか楽になる。で、それが快楽とも呼べるんじゃないかっていう感覚はわかる気がします。ただ最後の裏切ったのではなく期待に応えるだけはないのかっていう文章ですね。これはすごい視点だなと思って、被害者でいることの気持ちよさみたいなものを自覚した上で、その先を見ているような気がしました。で、そうですね、何が岡田をそこまで横井に寄り添わせるのかっていうのはまだ読めてないような気がしていて、そのあたり来週も注意深く読んでいければなと思ってます。ということで以上、今週の読書の振り返りでした。今週も最後までご視聴ありがとうございました。